皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回もまた最後までゆっくりとお楽しみください。時は10月下旬の2日間です。前回の動画を撮影してから1週間ほど経ったところです。今回の撮影は1日目は昼下がり、2日目は朝に行いました。天気は2日とも晴れていました。1日目はご覧のように少し雲がかかっていましたが、2日目は雲一つない快晴でした。養蜂場そばの日陰に設置してある温度計によると、1日目の昼下がりの撮影の時の温度は15度ほどでしたが、2日目の朝の撮影の時の温度は12度ほどでした。前回の撮影時からだいぶ気温が下がりましたが、それでも気温が平年を上回る温暖な日々が続いています。そうした中でもご覧のように養蜂場そばの山では木々の紅葉が進んでいます。特に4時過ぎの撮影なので、紅葉が夕日に映えています。ところで今回の動画は2部構成としまして、前半ではこの日の撮影のトピックをお伝えします。そして残りの後半部分では今シーズンのスズメバチの動向をまとめます。昨年はスズメバチのシーズン中の動向のまとめを12月上旬に公開した動画で行いました。しかし12月になるとさすがにスズメバチに対する一般の関心が薄れてしまうようです。そこで今年は1ヶ月ほど時期を早めてスズメバチに関するシーズン中のまとめの動画をお届けします。私のいる北国では10月下旬ともなるとスズメバチが養蜂場にやってくる時期はほぼ終わっています。スズメバチが養蜂場にやってくる頻度はめっきり減ってきます。ですから10月下旬の時点でスズメバチのシーズン中の動向をまとめても、特に問題はないでしょう。それでは今回の撮影の時のトピックからお伝えすることにしましょう。今映っているのは巣箱の内見の場面なんですけれども、越冬に向けて1箱あたり5、6枚に絞り込んだ巣板の上に蜂がびっしりと密集してついています。この巣箱は特に蜂の密度が高いです。蜂が二重に重なっているところもあって、女王蜂はおそらくそういうところの下に潜り込んでいるのだと思うんですけれども、今回の内見の時にこの巣箱の女王蜂を確認することはできませんでした。ただ蜂たちの様子は落ち着いているので、おそらく女王蜂は健在なのでしょう。これだけ蜂の密度があれば1ヶ月後に始まる越冬には十分に耐えられるものと思われます。ただ一つ心配なのは、この時期になると野山には蜜源となるような植物がもうほとんどありません。秋の主な蜜源植物であった幽前菊はすっかり枯れ花になっています。蜂たちは新たな食料を集めることができず、蓄えた食料を大勢で食いつぶすだけになっています。それに温暖な気象の下でまだ女王蜂は卵を産み続けているようです。そのため育児のための食料も必要です。そこで蜂たちに人間が餌を与えることにします。ご覧になっているペットボトルに入っているのは蜂蜜を水に溶かしたものです。つまり与える餌は人間が一旦蜂から取り上げた食料を彼らに戻してあげるのです。この液を巣箱の中に入れてある給餌器に注ぎ込んであげます。これは先ほどとは別のコロニーの巣門付近の映像です。13時50分頃に撮影した映像です。時間帯的に言って時騒ぎ、つまり新しく羽化した働き蜂が鳴らし運転飛行を行っている最中なのだと思います。こうした時騒ぎは秋も深まった今の時点ではもはや全てのコロニーで見られるわけではありませんが、一部のコロニーでは依然として見られます。そして
時騒ぎが未だに見られるコロニーでも、そこに参加する蜂の個体数は夏の最盛期と比べるとかなり少なくなっています。それでも時騒ぎが行われているコロニーでは依然として新しい働き蜂が続々と羽化しているということを示しています。蜂の個体数が素晴らしく多い。しかもその個体数が未だに増えている。その一方で野山での働き蜂による餌集めが蜜源植物が乏しくなってきたために難しくなっている。こういう状況を受けてオスバチの巣箱からの追放が本格的に行われるようになっているようです。ただ餌を消費するだけで何の仕事も行わないオスバチは晩秋から冬にかけての時期のコロニーでは邪魔者でしかありません。今見ているのは働き蜂がオスバチを巣箱の外に連行している場面です。たった一頭の働き蜂が自分よりもがたいの大きいオスバチを巣箱から追放しています。オスバチは嫌がって抵抗していますが、働き蜂の腕力の方が勝っているようで、結局働き蜂にされるがままになっています。働き蜂は普段からはるかに強力なスズメバチと渡り合っているのですから、交尾が専門のオスバチではとてもかなう相手ではないのでしょう。なお、ここに来て朝の気温が0度近くにまで下がって霜が降りる日が出てきていますから、4日前から、この映像のように巣箱に麻布をかぶせて保温するようにしています。それでは次に、今回の動画の後半部分として、今シーズンの養蜂場で採れたスズメバチの個体数の動きを振り返ってみることにしましょう。この図は、今シーズンのスズメバチの捕獲数を月別、種別に見たものです。横軸が月で縦軸が個体数です。一本一本の折れ線が一つの種の個体数の動向を示しています。ただし緑色の線は全ての種の個体数の合計を示したものです。それに対してこの図は、今年ではなくて昨シーズンの捕獲数の動向をスズメバチの種別に示したものです。図の見方は先ほどの今シーズンの図の見方と同じです。ただし縦軸のスケールはだいぶ違っていまして、この図の縦軸の最大値は350頭ですけれども、先ほどの今シーズンの図の縦軸の最大値は1400頭もありました。次に今シーズンの図に戻って、今シーズンのスズメバチの動向の特徴を述べます。で、まず黄色い線のケブカスズメバチに注目していただくと、8月と9月に昨年と比べてものすごく多かったです。第2に青色のオオスズメバチの動向ですが、9月になると捕獲数は増えてはいますけれども、増え方が緩やかで、9月全体で見るとケブカスズメバチよりも捕獲数が少なくなっています。こうした2つのことはシーズン中からすでに肌感覚で薄々気がついていたことだったのですけれども、しかし第3に今回図を作ってみて改めて気がつかされたことは、8月に小型スズメバチの捕獲数がものすごく多かったということです。8月はケブカスズメバチが爆発的に多かった月だったので、その陰に隠れてその時は小型スズメバチが多いことには気がつかなかったのです。しかし今回捕獲数を集計して作図してみて、ようやく小型スズメバチが多いということに気がつくことができました。ただ今申し上げた3つのことは昨年と今年の捕獲数のデータを比較して初めてわかることです。したがって今年の図だけを見ていたのでは少しわからにくいかと思います。そこでそれぞれの週ごとに昨年と今年の捕獲数の動向を比較してみて、今述べた3つのことを確認してみることにしましょう。これはケブカスズメバチの捕獲数を昨年と今年とで比較するために作った図ですけれども、黄色い線の今年と青い線の昨年とを比べてみると、今年は8月と9月に昨年と比べてものすごく多く取れていることが分かります。例えば8月は昨年の100頭台前半の捕獲に対して
今年は900頭も取れています。これはオオスズメバチの捕獲数を示した図ですが、昨年も今年も9月に捕獲数が増えていますが、しかし青線の今年の9月の捕獲数は100頭程度しかありません。200頭程度もあったオレンジ線の昨年の9月の捕獲数の半分程度しかありません。そしてこれは小型スズメバチの捕獲数を示した図ですけれども、灰色の昨年は8月に捕獲数のピークはなくて50頭も取れていなかったのに対して、今年は8月にピークができて250頭以上も取れています。その代わり昨年は6月に80頭程度の小さなピークがありましたが、今年は50頭も取れていません。ということで、昨年と今年のスズメバチのデータを見て、昨年と比べて今年は8月と9月にケブカスズメバチが激増したということを確認しました。それとオオスズメバチの9月の増加が昨年と比べて今年は緩やかであったということも確認しました。でさらに、昨年と比べて8月に小型スズメバチが増えたということも確認することができました。ただこうした動向が一体何に由来しているのかということは現時点では分かりません。この養蜂場ではスズメバチ対策に熱心に取り組んでいますが、そうした人為的な要素がスズメバチの動向に何か影響を与えているというようなことがあるのでしょうか。でまたスズメバチ同士の主観関係を強調する議論もあるようですけれども、果たしてそういうものが本当に存在するのでしょうか。さらに養蜂場で取れるスズメバチの数は自然界におけるスズメバチの数を反映しているものなのでしょうか。いくつかの疑問が次々と生じてきますが、当面やるべきことは来年もまたスズメバチ捕獲数のデータを取り続けていくことです。というのも今のところデータパネルは2年分しかなく、一定の傾向を確認するためには年数が少なすぎるからです。3年分のデータがあれば、来年もデータを取って3年分のデータにすることができれば、もしかしたら何らかの傾向を確認することができるようになるかもしれません。はい、今回の動画では10月下旬のもう蜜源植物がほぼなくなった状態の下での内見、巣箱の内見の様子と、それから今シーズンのスズメバチの動向を昨年と比較しながらまとめました。いかがでしたでしょうか。なお登録高評価、それからハイプで応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。またコメントもお待ちしています。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。